みんないい子にしてたかな。動画のナビゲーター、ずんだもんなのだ。今日はね、東南アジアの国、ミャンマーについて見ていくのだ。実はね、ミャンマーの人たちには、なんと、名字がないのだ。だから、親子や兄弟でも、一人一人が全く違う、固有の名前を持っているのが当たり前らしいのだ。なんか不思議なのだ。ねえ、びっくりなのだ。そんなミャンマーから、今日はとっておきのニュースを3つ持ってきたのだ。中でも特に注目なのが、1つ目のニュースなのだ。ミャンマー、ロイコー刑務所で政治犯への医療が拒否。人権団体が発表。という記事なのだ。ミャンマーの人権団体が、ロイコー刑務所で政治犯さんが医療を受けられてないって言ってるんだ。家族との面会も禁止されちゃって、外部からの医療物資も届けられない状況らしいのだ。刑務所の中はぎゅうぎゅうで、あんまり清潔じゃないみたいで、病気になっちゃう人が多いのだ。半年で35歳の男性囚人さんが亡くなった例もあるんだって。今年はすでに14人もの政治犯さんが、医療が足りなくて亡くなってるのだ。この動画が面白いって思ったら、高評価とチャンネル登録、ぜひお願いするのだ。大変な状況なのだ。この後も、ミャンマーのニュースを一緒に見ていくのだ。それじゃあ、本編スタートなのだ。ミャンマーは、東南アジアに位置する国で、首都はネピドーなのだ。昔はビルマって呼ばれてたんだよ。長い間、軍事政権が続いていたけど、近年は民主化に向けて動き出しているのだ。人口はおよそ5400万人くらい。農業が盛んで、おべえや豆、それにチーク材が有名なんだ。仏教徒が多い国で、黄金に輝くパゴダはとっても美しいのだ。伝統的なロンジーと呼ばれる巻きスカートをみんな着ているのも特徴的だね。最近は少数民族の問題とか政治情勢が注目されているのだ。一つ目のニュースなのだ。ミャンマー、ロイコー刑務所で政治犯への医療が拒否。人権団体が発表。という記事なのだ。ミャンマーの人権団体がロイコー刑務所で政治犯が医療を受けられてないって言ってるんだ。家族との面会も禁止され、外部からの医療物資も届けられない状況らしいのだ。刑務所内は過密で、衛生状態も悪いみたいで、病気になる人が多いのだ。半年で35歳の男性囚人が亡くなった例もあるんだって。今年はすでに14人の政治犯が医療不足で亡くなってるのだ。2つ目のニュースなのだ。ミャンマー軍事政権、東ティモールへの批判を激化という記事なのだ。ミャンマーの軍事政権が東ティモールへの批判を強めてるみたいなのだ。東ティモールの ASEAN 加盟が近づいてるかららしいのだ。軍事政権のメディアは、東ティモールの指導者がテロリストと協力してると非難してるみたいなのだ。ASEAN は東ティモールの加盟に反対してるみたいなのだ。東ティモールは以前からミャンマーの民主化勢力と関係があるから、軍事政権は気に入らないみたいなのだ。東ティモールは ASEAN 加盟を強行する姿勢を示してるみたいなのだ。3つ目のニュースなのだ。ミャンマー軍事政権の船団、包囲されたバモを強化するため 500km 上流へ進軍という記事なのだ。ミャンマーの国軍が包囲されたバモを補給するためにイラワジ川を500キロも遡ったのだ。国軍の船団は抵抗勢力に何度も待ち伏せされたけど、17隻のうち11隻がバモーに到着したみたいなのだ。食料や武器を積んだ船の到着はバモーを奪おうとしてる KIA にとっては痛手なのだ。KIA はいくつかの基地を奪ったけど、国軍の空爆で撤退したのだ。国軍は抵抗勢力が道路を封鎖したから、イラワジ川を使って補給してるみたいなのだ。今後の戦闘が激化するかもしれないのだ。今回はミャンマーの政治や人道状況に関するニュースをお届けしたのだ。政治犯への医療拒否、東ティモールへの批判、そして国軍の補給作戦と厳しい状況が続いているのがわかるのだ。今後の動向から目が離せないのだ。
にちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。